ゆさゆです。今回の動画はこちら、フォートナイトヘイズの角を作ろう。改めまして、あゆさゆです。このチャンネルでは私コスプレイヤーのあゆさゆがいろんなものを作ったりするチャンネルです。更新頻度は高くないですが、いろいろ作りますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今回の動画はこちら、フォートナイトヘイズの角を作る。ただでさえウィッグで頭痛い時があるところに装着するので、いかに軽く、そしていかに取り外しが効くかが他のキャラクターや他のジャンルのコスプレ制作をする時にも役に立ったら嬉しいなと思います。今回も造形用のスポンジのサンペルカで作っています。このスポンジがこれになります。そして今回この角取り外しができます。それでは早速作っていきましょう。はい、いつもだったら重ねたサンペルカを削り出して形を作っていくのですが、今回は頭に装着するためできるだけ軽くしたいので、中が空洞になるように型紙を作って組んでいく方法にします。今回は造形をする人たちにとっては比較的オーソドックスな型紙の作り方で作っていこうかと思います。頭につけるものなのでウィッグスタンドを使って大きさやバランスなどを見ます。アルミホイルなので丸めて原型を作っていこうと思います。ホイルを節約するために最初の方は緩衝材に入っていた紙を使いました。ところどころ剥がれないようにセロテープなどで留めてどんどん理想の形を作っていきます。形が出来上がってきたら養生テープを貼り付けて型を取ります。大体の分割線を書き込んで、必ず合い印も忘れないように書き込みます。この合い印同士は組み立てるときに絶対に合わせます。書き込んだら分割線で切って剥がしていきます。アルミホイルの原型は壊れますが、気にしないで剥がしていきます。パーツの表紙番号を入れるのを忘れてて慌てて書き足しました。これがないと貼り合わせる順番がわからなくなってしまうので、忘れるとかなり面倒なことになりがちです。分割した型紙を紙に貼り付けて清書します。型紙完成しました。それを 5mm のサンペルカに移して切り出してパーツを接着していきます。さっきの合い印に合わせて貼り合わせていきます。この時気をつけるのが、何が何でも合い印に合うように片刃を縮めながら合い印に合わせて貼っていきます。距離が合わないものを無理やり貼り付けることによってテンションが生まれて表面が曲面になるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。こういう相反する曲線の時は最初と最後を意識して貼り付けるようにしています。ある程度貼れるところまでは貼って、貼りにくくなったら最終点を先にくっつけて辻褄を合わせるイメージです。相反する曲面を貼り合わせると一気にくるっとカーブがつきました。最後の辺も貼り合わせていきます。何が何でも合い印は合わせるように貼り付けます。角できました。組む前の型紙の展開図の時は本当に角の形になるのかいつも不安なんですけど、こうして組むと丸くなるか不思議ですね。これに装飾をしていきます。カッターやリューターで削って大まかな段差を出していきます。毛羽立った表面を溶かしてまた削っての繰り返しで理想の表面にします。今度は縦の傷を入れて角の質感を出していきます。リューターで浅い凹凸をつけたり、カッターで掘ったり、カッターで傷をつけてヒートガンで溶かして傷を開かせたりして、より角の質感を足していきます。もう片方も同じように作っていきます。底面は装着を考えてネオジム磁石を埋め込むことにしました。組んだらサンペルカの厚みで外周の大きさが変わってしまったため、底面の型紙は使わず直接写していこうと思います。大体の大きさを書き込んだら、真ん中にネオジム磁石を埋め込むための穴を開けて磁石を埋め込みます。S 極 N 極間違えないように印をつけています。
瞬間接着剤を使った後にグルーガンで固定します。底面を貼り付けてはみ出した部分を調整します。はい、これで底面に磁石が埋め込みました。造形部分は完成です。薄めた G ボンドを塗ってサンペルカのスポンジの気泡の目止めをしていきます。今回底面に磁石を埋め込んだので貼り付けることができて、乾かす時に浮かせられてすごい便利です。ボンドが乾いたら造形ベースを塗っていきます。黒い下地にしたかったので墨汁を混ぜて塗っています。今回はザラザラ感も残したかったので3回ぐらいしか塗りませんでした。下地を乾かしている間におまけで T シャツの作成シーンも見てください。赤い T シャツに布用絵の具で星を描き込んで、その上にアイロンラバーシートを貼り付け、裾をちょん切って裾にミシンをかけてヘイズの T シャツ完成です。いやー、全部の衣装はこれぐらい簡単だったらいいのにな。はい、下地も乾いたので塗装していきます。リキテックスの赤を3度塗りくらいしています。根元の方を少し黒っぽくにしたかったのでエアブラシで黒っぽくグラデーションにしていきます。塗装終わったら造形トップでコーティングします。次は固定バンドを作っていきます。薄手のストレッチ生地を筒状に塗ってネオジム磁石の直径幅のステッチを入れます。そのステッチの間に磁石を入れ込むと、こうして縦のラインは固定されつつ磁石の位置を後から自由に動かせるようになります。最後にゴムを縫い付けてヘアバンドみたいな構造にします。それをウィッグをかぶる前にウィッグネットの上から装着して、埋め込んでいた磁石と磁石の力でくっつくようにしました。ネオジム磁石は強力なのでウィッグをかぶった後でもくっつきます。無事固定もできたのでヘイズの角完成です。はい、完成しました。ヘイズの角。型紙から写したサンペルカをもう一回こう組み直すときに、だんだん角のフォルムというかカーブになっていくのが自分でこう作ってて毎回面白いです。作ったバンドは中に入れてる磁石をこうずらせば位置をずらせるので、1本作っておけば他の装飾物も磁石を仕込んでおけばこうやってくっつけられるので便利なんじゃないかなと思います。ただなんか強度の問題なんですけど、若干ウィッグによってはここの部分、かぶるネットじゃなくてウィッグについてる方のネットというか本体の方がちょっとここ分厚かったりするところなので、ちょっとこうやってやるとこっちだけなぜか角度が変わってきちゃいますけど、こんなこと普段多分やんないと思うんで、撮影中ちょっとずれてきちゃうんで、それをちょっとこうやって直すようにはしてます。ただこうやってやってもね、ポーズ取るぐらいだったら動かないのでいいんじゃないかなとは思います。こうやったらね、さすがにちょっと角度変わりますけど落ちはしないんで、こうやって直せばいいかなっていう、鏡をつどつど見なきゃいけないんですけど、こうやって直せるかなっていう感じです。今回ヘイズの角として動画を作りましたが、角のあるキャラは、2次元でも他の多分ゲームでもたくさんいると思うので、他のキャラのコスプレや、他の作品のコスプレを作る時とか少しでも参考になったらいいなと思います。はい、今回はヘイズの角作ってみました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。